こんにちは、七助です。今日は中野駅、ブロードウェイ周辺を勝手に散歩していきます。それはそうと、背後にブロック塀が見えますね。ブロック塀を設置する際には、様々な建築基準法が存在します。具体的にはブロックの厚みや高さに応じた内部の鉄筋の有無などといった決まりです。また、最大でも 2.2 メートル以内までといった倒壊防止のための規定があります。しかし実際にはこれらの規定に違反して設置されているブロック塀が巷には数多く見られます。災害時には万が一に備え、ブロック塀からは離れましょう。それでは中野駅北口から散歩していきます。今回は協力者と待ち合わせしているので合流していきましょう。中野という地名の由来をご存知でしょうか。東京の西一帯は武蔵野台地と呼ばれ、かつてすすきの密生する原野でした。その武蔵野の中央に位置したことから中野という地名がついたそうです。それでは北口を出て歩いていきます。こちらは中野サンモール商店街です。かつては中野北口美観商店街という名称でした。この辺りは戦後大規模な闇市だったことでも知られています。また中野周辺は戦後に区間整理が行われていません。商店街から右に道を入ると闇市時代のまま入り組んだ路地が残っています。北口美観商店街は1948年に発足し、その後58年にアーケード化されています。75年にアーケードを改装したタイミングで愛称の公募が行われ、現在の中野サンモール商店街となりました。商店街を抜けると、そのままブロードウェイへつながります。ブロードウェイの立つ場所は、もともと木造住宅の密集地帯だったため、かつてここで行き止まりでした。そこで、この地帯を買収して、早稲田通りへ抜ける広い通路を貫通させたビルを作ろうという計画が持ち上がります。ブロードウェイは資金難をはじめ、地元商店街や買収対象敷地の権利者による反対など、様々な困難を乗り越えて、先ほどのサンモールに続き、66年に完成しました。ブロードウェイは地下が生鮮食品街、1階から4階までは様々な店舗や医院までが営業しています。当初は階数によって服屋や飲食店などの区分けが存在しました。5階から10階はマンションとなっていて、屋上には公園やプールまでついているそうです。共用廊下にはレッドカーペットが敷かれたレトロで素敵なヴィンテージマンションらしいです。5階から上は住民以外立ち入りできません。このマンションには沢田研二が住んでいたことでも知られています。沢田研二によるこんな発言が残っています。早く帰らないと住んでいるマンションは24時でお湯が止まっちゃうんだ。実際お湯が止まることはなかったそうですが、当時のブロードウェイにそういった懸念があったのは事実だそうです。ブロードウェイは80年代に近隣地域の発達や経営者の高齢化、周辺のチェーン店の影響など様々な要因により集客力が下がり続けました。日中ほとんど人が歩いていない状態にまで陥ったそうです。このタイミングを逆に商機と捉えたのが漫画家の古川益蔵氏です。彼は漫画古本の専門店、マンダラケをはじめとするマニア向けの専門店を空いたテナントに次々と出店します。マンダラケが発足したのはちょうどバブルの崩壊時期で、中古品やリサイクルショップの需要が増加した時期でもありました。もともと高円寺や荻窪などの周辺地域は
文化人やそれらに憧れる若者たちで溢れていたこともあり、その近隣地帯である中野ブロードウェイは、マンダラ系を皮切りにサブカルの聖地として発展していきます。2階には美容室や飲食店も目立ち的な書体ですね。パワーのお店です。こちらは喫茶店を改装して作ったという丸子亭。ぜひ伺いたいところですが、この日は蕎麦を食べてしまいましたので、また次回。みんな大好き、地下食品街へ GO！ 定番の八百屋や肉や魚屋をはじめ、地下食品街のレパートリーは多岐にわたります。商店街の賑わいが地下にあるのは、なんだか不思議な光景ですね。地下食品街には、勝田商店、中村商店と魚屋さんが2店舗あります。どちらもスーパーでは買えないような美味しい魚を扱っているのでおすすめです。おなじみの声優もあります。左手に見えるうどん屋さん、優しいだし汁と柔らかめの麺が美味しいです。中国のローカル食品店もここ最近オープンしたみたいです。賑やかな BGM ですね。大陸を越えると素敵なリサイクル着物屋さん。今年の夏からやっとお祭りが楽しめそうですね。和装する機会が増えそうです。こちらは可愛い女たちに愛される可愛いお店。ポメラニ T シャツを夏のお供にお買い上げしました。説明不要のプリティ。お値段もプリティなおすすめのお店です。活動家たちのステッカーの数々。多くの人たちに愛されていますね。ブロードウェイを抜けて住宅街を歩いた先に珍しい施設があります。受刑者が刑務作業で制作した物品の展示と販売を行っているキャピック中野です。受刑者の職業的技術の向上や社会復帰のために実施されています。棚卸棚卸で今日は早めに閉店していました。今日は最後にブロードウェイとは反対側の南口を抜けていきます。南口のアーケードを抜けて交差点を右に曲がると、桃園川緑道にたどり着きます。桃園川は橋の欄干らしき跡が残っています。桃園川は荻窪駅北のあたりから阿佐ヶ谷、高円寺、中野を流れ、神田川に合流していました。しかし人口増加に伴う水害や汚染対策で、1967年には完全に暗渠化されてしまいます。今は緑道となって散歩道やジョギングコースとして地元の人々に親しまれています。暗渠は川を埋めた状態なので、道の劣化を防ぐためにも重量のある車が入れないように緑道や細い道となっています。暗渠は車通りもなく街の賑わいからも離れているので、猫が多い気がします。振られました。桃園川の名は
江戸時代この辺りに桃の木がたくさん生えていたことに由来します。徳川吉宗が鷹狩りをする際にこの地を気に入り、桃をたくさん植えさせたためです。この地はやがて庶民にも公開され、その美しい景色は江戸の人々にも知れ渡りました。江戸末期には桃の木は枯れてなくなりましたが、桃園の名は現在も地名として残り続けています。この鳥見橋は吉宗が鷹狩りをする際に鳥見役という役人をこの辺りに配置していたことから来ているそうです。緑道をまっすぐ抜けると高円寺へたどり着きます。ポーさんは気づいたら消えていました。次回は高円寺を散歩していきます。ご視聴ありがとうございました。